グリム弟はやりとりはできたものの、記憶に欠落があった。では、兄の方は？私の質問に答えな。グリム兄の体をしっかりと拘束し直したシンデレラは、座らせたその足に、己のヒールをめり込ませる。グリム兄は痛みにうめくが、シンデレラはそれを無視して詰問した。あんたはどこまで記憶がある？いっぱい、たくさん。作者しか知らないルールはあるのか？ルール？ぼんやりとしたグリム兄の返答に、シンデレラは眉を潜めた。弟にあった記憶の欠落を兄貴で補完したかったのに。補完？まさか兄貴の方は知性の欠落なんて。これなら弟の方を連れてくるんだった。新たに発生した問題にシンデレラは頭を抱えた。話が通じる分、弟の方がまだマシだっただろう。そう彼女がぼやいていると、目の前にいたグリム兄が苦しみ出した。しきりに痛い、腹が痛いとうめいている。うるさいね。こっちは考え事を。そこまで言って彼女は気がついた。先ほど、兄は弟の右腕を取り込んだ。ナイトメア化しつつある兄が、ナイトメア化しつつある弟の一部を。まずい！ハイカブリが叫ぶと同時に、ナイトメア化が急速に進んだグリム兄が咆哮した。私としたことが盲点だった。一部とはいえ、ナイトメアがナイトメアを取り込んだんだ。力が暴走しないわけがない。巻き込まれたかったらどう？いや、待てよ。知性が欠落した兄が知性を持つ弟の一部を取り込んだなら、
もしかして。ちょっとズルするよ。歯ごたえないね。話をしましょう、お兄さん。極めて穏やかに優しい口調で声をかけると、グリム兄の動きが少し鈍った。行くよ。もう終わり？あなたはグリム兄弟の兄、ヤーコプ。ヤーコプ。弟はビルヘルム。ビルヘルム。こっちに傷をつけようなんざ10年早い。こんなもんか。グリム兄弟はこの私、シンデレラを書いた作者、そうでしょ？シンデレラ。うん、書いた。初めてできた意思の疎通に、シンデレラは小さく拳を握った。
こんなもんか。お兄さんはライブラリーって知ってる？知ってる。そう。じゃあ欲望は？知ってる。まとめて消えろ。こんなもんか。ライブラリって何？図書館。いろいろな世界がある。欲望って何？世界を変えるもの。これは痛いよ。歯ごたえないな。欲望。みんな持ってる。そう。じゃあその欲望がなくなるとどうなるの？なくなると消える。これは痛いよ。もう終わり？片言ではあるが、
シンデレラの質問にグリム兄は答え始めた。兄の方は知性がないだけで記憶はある。その知性も弟の一部によって十分ではないが保管されたようだ。やっぱり兄弟は助け合わなくちゃね。これでやっと聞きたいことが聞けるとシンデレラは唇を舐めた。キャラクターズは作者の復活という餌のもとに殺し合いを強要されている。より多くの命を奪え、欲望を力にしろと。しかし彼女はそれにずっと違和感を抱いていたのだ。諦めたら終わり。暴走状態も落ち着いてきたようだね。これなら弟を取り戻しに行かなくても良さそうだ。今まで多くのキャラクターズが散った。おそらく自分と同じ無数のシンデレラも。けど最後に勝つのはやっぱり私だって。ガラスの靴は勝者の証だから。シンデレラはグリム兄に質問を重ねた。シノアリスシステム解除キー、これについて知ってることを話せ。なに？聞こえないんだけど。シンデレラは苛立ちまぎれに舌打ちしてグリム兄に近寄る。兄はそれをペロンと丸飲みした。間違えた。丸飲みはシンデレラじゃなく赤ずきんだった。そう言ってグリム兄は笑っ